ドゥン。7ヘクタール。ポットが折れ曲がらないんです。本当にしんどい。木じゃないじゃないですか。泥ボート完成です。こちら。じゃーん。皆さんこんにちは、さおりです。4月になりまして、ついに今年も農作業が始まります。でっかいちびまる子じゃない？まあ。ということで、今年はまず最初、ハウスの中でかぼちゃのポット作りから始めていこうと思います。早速やっていこう。去年はかぼちゃを3ヘクタール栽培したんですけども、今年はドゥルル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 ドゥン。7ヘクタール。7ヘクタールちょっとありますので、この大きい広いハウスの中がかぼちゃのポットでいっぱいになると思います。よし。ポットに土を入れて、ここに種を入れて、まずハウスの中で育ててから植える移植という方法と、そのまま直接畑に植える直販と言われる方法、2種類どちらも行っていきます。さようなら。これがポリポットです。まずはポットをこのトレーに並べていきます。このね、並べる数も決まっていて、というのも後で説明するんですけど、均等に9898ですね。123456789。123456789。123456788。よし、そしたらこれを今度移動します。このままこれでスイッチを入れると、この機械からどんどん土が落ちてきてポットに入るんですけど、このままだとポットが折れ曲がってちゃんと土が入らないんですよ。ということで、じゃん、こちら鍛冶職人の手作りです。これをこのポットの上にかぶせることでポットが折れ曲がらないんです。こうじゃーん、こんな感じです。このちょっとポットよりも少し小さめにくり抜いてあるんですよ。これがずらーっとね。そう、さっき数を数えていたのはこの穴に合わせるため、ポットの数が9898ってなってるんですね。なのでその通りにさっきは置いてました。こうすることで土が入ってもポットが崩れない。これいいよね。いい？こんなもん？ちょっと多かったかな？多いかもしんない。はい、これで土が入ったので、2回くらいこの下の台をどんどんして振動させて、ポットの中にしっかり土が入るようにします。OK。そしたらこれを取る。結構もっさりしてるので少し慣らしてあげて、ポットに水をかけてしっかり浸透するようにしてから種を入れるので、水を入れると割とね土が減るんですね。なのであんまりビッチビチにならず、少しふわっと盛り上がるくらいの気持ちで作っておきます。これで OK。まずはポリポットの苗を3ヘクタール分作っていきます。
1トレイで34株分、2トレイまとめて作れるので68株ずつ進めていきます。最初に一気に土入れをしてから後で種を植えていきます。たかが数日なんですけど、この数日のズレで苗の大きさや仕上がりが結構変わってきます。面積が広い分、その差がそのまま植え付けや収穫のズレにつながるので、できるだけ生育が揃うように工程を分けて作業をしていきます。さすがに量が多すぎるので5人でポット作りを行いました。よいしょ。これで22,508株分の土入れが終わりました。かぼちゃのポット作りを始めて2日目のお昼です。今日の午前中でポリポットを作り終わりました。ハウスの入り口がここなんですけど、もうね、半分以上ポリポットで埋まってて、これでだいたい3ヘクタール分になります。3ヘクタールポリポットで苗を作ったんですけど、次はペーパーポットと言われるまた違うポットでさらに3ヘクタール分作っていきます。じゃん。これがペーパーポット。その名の通り紙でできてます。ポリポットだったら植えるときにポットから外して植える必要があるんですけど、ペーパーポットは紙でそのまま自然に返ってくれるものなので、このまま使えます。まずは専用の枠にペーパーポットをセッティングします。1株の大きさは5センチ、深さも5センチとポリポットに比べるとかなりコンパクトです。枠に取り付けたらトレイに乗せて、あとはポリポットと同じように土を入れていきます。ペーパーポット1冊で91株、2冊同時に作ることができるので、一度に182株分作っています。なぜポットを2種類に分けているのかというと、ポリポットはサイズが大きい分しっかりと根が張って丈夫な苗を作ることができます。ただ植え付けの際にはポットを外す手間があるので、どうしても少し時間がかかります。それに対してペーパーポットはそのまま植えられるので作業がとても楽です。さらに一株が小さい分、同じ面積でも場所を取らず、たくさんの苗を効率よく育てることができます。それぞれの特徴に合わせて出荷や植え付けのタイミングも考えながら使い分けています。ちょうどここに今パオパオが産卵しているんですけど、パオパオの奥がポリポットで、その手前がペーパーポットです。まずは奥のポリポットから種を植えていきます。種の植え付けは至ってシンプル。特別な工夫はなく、ひたすら植えていきます。ずっとしゃがんで行っているのでかなりしんどいです。穴開けて種入れて土かけてっていう作業をひたすら行っています。本当にしんどい。ちなみに今日は結構寒くて、外の気温も10度もないのかなっていう感じなんですけど、ハウスの中は蒸して蒸し暑い。すごい蒸し暑い。何列かの間に通路を作ってあげれば、その通路から種を入れることができるんですけど、ハウスの中パンパンになるくらいポットで
いっぱいなので通路が作れない。なのでちょっとずつ移動してポットを移動しながら種入れを行っています。それもあってね、ちょっと種入れには時間がかかっています。今回植えているのは栗大将の種です。他にあと3種類かぼちゃの種を植える予定です。種を入れる前に朝の段階で水を打って土を湿らせてあります。本当は暑くて窓を開けたいんですが、開けすぎると土が乾燥してしまうので我慢です。5人で1日半かけて3ヘクタールの種入れが終わりました。最後に水をかけます。おはようございます。昨日無事にこの3ヘクタール分のポリポット内の種入れ終わりました。で、ペーパーポットはポリポットよりも成長が早いというか、土がそもそもそんなに入っていないので、成長もあっという間で、ポリポットはそれなりにね大きい 7.5 センチのものを使っているので、ちょっと時間がかかります。なので先にポリポット苗を植えて、ペーパーポットは後々植えようって思ってます。でなんですけど、実はもう一個ハウスがあって、そっちでも同じようにポリポットにかぼちゃの種入れを行っていきます。今日はかなり暖かいんですけど、夜はねやっぱり結構まだ冷え込んでしまうので、こうやってシートをかけてジェットヒーターをつけるようにしています。サーモスタットっていう温度センサーを取り付けていて、その温度を下回ったらジェットヒーターがつくようになってます。こんな感じですね。はい。今まだ7時で、ちょっと暖かくなってきたかなっていう感じ。もう少し時間が経ってから、横の窓を開けて、ね、ハウスの中暑くならないようにしようと思っています。はい、ということで、違うハウスに移動してきました。さっきのハウスよりもちょっと縦長なんですけど、伝わるかな。で、なんで2個に分かれているのかというと、去年からお友達の農家さんと一緒にかぼちゃの栽培を行ってます。というのもかぼちゃ、もちろん収穫にも人手がいりますし、やっぱり面積をね増やしていきたいって思っていた作物だったので、今回の種入れだったりとか、いろいろとね人手が必要になります。なので共同でやっていこうということで、お友達の農家さんと一緒に行ってます。で、さっきのハウスはうちのハウスで3ヘクタールのポリポット苗行ったんですけど、こっちはこっちでお友達の農家さんのポリポット苗同じく3ヘクタールを作っていきます。
まずは合計で6ヘクタール分のポリポット苗、種入れまでを1週間で終わらせることができました。今回ドローンが2台目ということで、この軽トラにドローンの発着場を作ります。いつもならね、溶接でなんとかなってますけど、今回は苦手な木工ということで頑張ってもらいます。これに柱6本立てて横に渡して、縦にも渡して、で合板貼って、一応この軽トラの荷台幅だけじゃちょっと着陸するときにビタビタに合わせないといけないから、両側からパターンって延長できるようにはしようと思って。ああ、なるほどね。じゃあ楽しみにしてます。はい。木じゃないじゃないですか。いいんだよ。これで支えれるんだ。これ1個で50キロまで支えれるんだって。もう一回言って。これがトラス構造みたいな感じになってるから、下はないけど、もう全然軽トラが揺れるだけ。してリフトでも下ろせるってこと？そう、使わないときはここにリフトさして下ろして。はい。ということで、じゃん！新しくドローンの発着場ができました。一旦広げますね。こう。こう。ここによくある棚受けみたいなのがついてて、こんな感じで下ろすときはこう。めっちゃいいじゃん。よいしょ。こんな感じ。いいじゃん。ドローンの発着場ということで、ドローンの D を書いてみました。ドロボート完成です。早速着陸してみます。T70P でもこの通り問題なく使えそうです。あれあれ今日はこの小麦畑にアミノ酸をね、振りかけようと思います。去年まいた秋巻き小麦なんですけど、割とね、まくのが遅かったので、そんなに大きくなってないです。今こんな感じですね。まだ全然ね、背丈はないんですけど、7月になるとすごい大きくなります。今回巻くのはチコエキスです。アミノ酸が入って。うわー、すごい量。いやー、焼肉のタレの匂い。キャップ押して。
OK。それじゃあ飛ばします。使用しているドローンは DJI Agras T70P。最大で70リットルの液体を入れることができます。雪が溶けたこの時期はぬかるんで畑に入れないこともありますが、ドローンなら関係なく作業ができるのが大きな強みです。最近は姉妹宿病と呼ばれる病気が秋巻き小麦に春先に発生することがあり、その対策として今回は液剤の散布を行いました。今年の小麦の作付け面積は7ヘクタール。去年は植え付けが少し遅れた影響もあって、今のところ生育はそこまで大きくありませんが、これからどう成長していくのかが楽しみです。散布終了後はタンクの中やノズルの中の洗浄を行います。散布が終わったらドローンポートに着陸です。ドローンのおかげで散布もあっという間。さらにこうして軽トラに乗せれることで手で運ぶ必要もなくなってかなり楽になりました。植え付けから1週間、少しずつ芽が出てきました。もう下まで根っこいってる、これも。ほら、あ、ついてる。種の尖ってる方から先に白いさ根っこがニョキって出るんですよ。でその後に上に今度茎がニョキって出てくるんだよね。だから尖った方を上に向けたら、出てくるのは出てきやすいかもしれないけど、茎も尖った方から出てくるから、なるほどね、この茎のそう一番下の部分が浅いと弱いんだよね。だから理想はこの尖った方を上でも下でもなく真横ペンって置いた状態でそのままグーって沈めるのがなんか一番いい気はしてる。なるほどね。最初尖った方上でやってたんだっけ？尖った方が、上がいいっていう人がいたからそうしてたけど、このなんか芽の出方と根の出方を見ると、いや尖った方上じゃない方がいいな。いやなんか発芽が確かに揃ってるようには見えるけど、植えた後だね、弱くなるともうこの茎の根元が浅くなるから、その言わすんのかもしれないけど、後々良くないことになりそうでやめた。ということで、かぼちゃの種を植えてからだいたい10日経ちました。さあ苗は一体どうなったでしょうか。こちら、じゃーん、すごーい、めっちゃ生えてる。おー、どうでしょう。結構大きくなりましたね。いい感じに生えてます。生えていないところもありますけど、これだけの量があると迫力がありますね。果てしない。ほら、わー。とりあえず3ヘクタール分ポリポット苗の種植えが終わり、無事にね芽が出てきました。よかった。まだペーパーポット3ヘクタール分と、あと直販が、1ヘクタールちょっとあります。これからどんどん農作業の様子を投稿していこうって思ってるので、
チャンネル登録、いいね、ぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。